2026年3月21日土曜日、現在日本は午後5時を回ったところです。アメリカとイスラエルの攻撃に始まったイランでの戦争。2月28日に始まりましたので、今日で3週間が経過したことになります。高橋先生、最新の状況の解説をお願いいたします。はい。イスラム世界ではちょうど今、ラマダンが明けて、断食月が明けて、とてもめでたい時ですよね。で、イランでは、お正月、ノールーズという新しい日と言いますけど、ノールーズに入ってお正月で、普段ならばとても、めでたいことが2つ重なるんですけれど、今は戦争なので、なかなか、おめでとうという言葉が出にくい状況です。で、3週間にわたる、戦争で、最近のやっぱり一番の注目点は、石油価格がひどく上昇したということで、119ドルまで1バレル最高値はつけたんですかね。で、ちょっと下がってきましたけれど、で、その背景にあるのは、やはり、イスラエルがイランのガス田を爆撃して、イランが報復でカタールのガス田などを爆撃したということだと思うんですね。で、トランプ大統領はおそらく事前にイスラエルの攻撃を知ってたと思うんですけれど、俺は知らなかった、イスラエル何やってんだというようなことを言い始めて、イスラエル抑えにかかっているということですね。で、やっぱり石油価格を下げるためにトランプさん、一生懸命になってて、イランの、石油というのがタンカーに積まれて、たくさんシンガポールの沖などに、ある意味、備蓄してあるというか、売れないから置いてある、石油はたくさんあるんですけれど、それを買ってもいいという、なんか、イランの石油に関する制裁を一部解除してもいいというようなことをアメリカ政府が言い始めて、えやはりなんというか、もう石油の値段が上がるのを極端に恐れているという、感じを受けます。それが一つですね。ですから、とりあえずは、イラン側の石油関連施設の潰し合いというのは、とりあえず、少し収まったかなというところを、覚えています。それから、戦争の面では、ある意味大事件が起こって、アメリカ空軍が使っている F-35 という、最新鋭の戦闘爆撃機があります。これはステルスと呼ばれていて、レーダーに映らないということになってるんですね。で、2024年ぐらいからイスラエルがイランに対する爆撃で使い始めて、で、まずこのレーダーに映らないこの飛行機がイラン領に入って、イランのレーダーとか対空ミサイルを破壊して、で、その後 F-15 とか F-16 が爆撃に行くと。普通の飛行機が爆撃に行くと。こういう戦術をずっと取ってたんですけれど、昨日ですかね、イラン側がこの F-35 を捉えたという映像を公開して、で、どうもF-35 がイラン側のミサイルを被弾したようです。で、墜落はしていなくて、どうもサウジアラビア、あるいは、アラブ諸国連邦の、基地に帰還したとアメリカは発表してるんですけれど、F-35 が、レーダーのようなもので捉えられたのは初めてで、被弾するのも初めてなんですね。で、これまでは F-35 は見えない、レーダーに見えないからって自由に飛び回ってるということだったんですけど、どうもそういう状況が変わってきたということで、これどうもまぐれあたりではなかったようで、特に普通、戦闘爆撃機に地対空ミサイルが近づいてくると、パイロットはそれを察知して、急旋回をしてミサイルをかわしたりとか、あるいはフレアという、熱を出すものを発射して、そちらの方に、ミサイルを引きつけて逃れたりというような行動を取るんですけれども、F-35 は全くそういう行動を取ってなくて、なぜなのかというのも、非常に不可解です。ただ、F-35 が初めて、捉えられたという意味はとても大きくて、これから、これまでのように自由にイランの空を飛び回るということは、ちょっとアメリカが、イスラエルが考えないといけないという、状況です。で、もしこのステルスというものを捉える技術をイランが独自に開発したのであれば、将来この技術がロシア、あるいは中国に共有されれば、アメリカとの軍事バランスを考えるときに、これがまた大きな意味を持つんではないかというのが、軍事面でのとても大きな事件だったと思います。それからもう一つは、
イランの地対空ミサイルじゃなくて、弾道ミサイルのことなんですけど、この面でも2つやっぱりお伝えしたいことがあって、1つは最近、イスラエル、アメリカはもうこの戦争を始めて以来ずっとイランのミサイル戦力を叩いてるんだと。イランは撃てなくなってるんだと言ってきたんですね。で、確かにイランが撃つミサイルの数はだんだん減ってきてたんですけど、この2、3日また上昇を始めて、で、しかもイランが使っているミサイルがどうも最新鋭のミサイルで、テルアビブの上空などでの映像を見ますと、まっすぐ落ちてこなくて、途中で方向を変えたり、スピードを変えるというか、踊るように動いて、落ちてくるんですね。で、弾道ミサイル、迎撃ミサイルの方は、弾道ミサイルの、軌道を予測して、そこに狙って、ミサイルを発射されるわけですけれど、軌道を途中で変えられては当たらないんですよね。で、イラン側のミサイルが、迎撃ミサイルを何発もかいくぐって、着弾するという映像が、ネット上に流れています。ですから、イランはその面でも、新しい技術を使っていて、手強くなっていると。で、しかも、ミサイルの発射数が、少し上向いているという、状況です。それからもう一つ大きなニュースは、イランのミサイルはこれまで、射程2000キロメートルぐらいだと言われて、ちょうどイランからイスラエル十分に入るぐらいの距離と言われてたんですけど、今日ですか、インド洋の南にあるディエゴ・ガルシアというイギリス軍の基地があります。ここはアメリカ軍が使っているんですけれど、ここにどうもイランのミサイルが着弾したという報道が流れています。で、もし事実であるとすれば、ここはイランからだいたい4000キロぐらいあるんですね。ですから、イランのミサイルの射程が突然、伸びたということになります。で、それがなぜなのかということなんですが、おそらくイランはもともとそのつもりなら、射程を伸ばす技術は持ってたと思うんですね。ただ、政治的判断から、それはしないということだったと思うんですけど、おそらくこれが、ハメネイ最高指導者が亡くなって、息子さんの、持田ハメネイ最高指導者になったことと関係があるのかもしれません。ハメネイ最高指導者が、亡くなった方のハメネイ最高指導者が、これまでは、それを止めていた可能性もあるなと。こういうふうに見ています。で、依然としてアメリカ、イスラエルはイランに対して激しい爆撃を加えてるんですけれど、おそらくイラン側は防空の面でも、あるいは対イスラエル攻撃の面でも、あるいは対アメリカ攻撃の面でも、自分たちは、格段の進歩を、してるんだという、ある意味自信を深めているのかもしれないですね。はい。このような、実際に我々が、思っていたよりも、格段に、イランの攻撃能力が高い。そして、アメリカとかイスラエルが、繰り返し発表しているような発射能力を失ったという状況にはなっていないということが見えてくるんですけども、このような状況を見せつけられて、アメリカとかイスラエルが、今までとは違った緩和策の方向に舵を切るということは可能性としてあり得るんでしょうかね。すでに、トランプさんが、え攻撃の強度を弱めようかなということを、言ってるという報道も流れています。ですから、今停戦ということは言ってないんですけど、ええもしかしたら行動のレベルを、攻撃のレベルを下げてくるということで、イラン側も依然として撃ち続けるということですと、停戦ということではなくて、紛争のレベルが下がってでもずっと続くという、そういうのが一つのシナリオとして見えてきたのかもしれないと思います。はい。それでも強度が下がるということは、歓迎すべきことなのかなというふうに思うんですけれども、ただ一方で逆にですね、イスラエルは、核保有国ではないかというふうに目されているわけですけれども、この核戦力をどこかのタイミングで使うというインセンティブが上がってきたというふうに受け止めることもできるんでしょうか。うん、それは前からイスラエルが使うのではないかというのは囁かれてきたんですけど、はい。とりあえずはそれは言っていないといううん。ことですね。で、さすがにそれをすれば本当に国際的に孤立してしまうという意識はあるのかもしれないと思います。ですから、イスラエルが本当に追い詰められない限りは、ええ。そこまでは来ていないっていうのが、あの、私の見方ですね。イランを追い詰めることが、これだけの危険を招くわけですけども、またイスラエルも追い詰められると、また次の新しい危険がまた生まれてくるということも、イラン側は考えないといけないということでしょうかね。
そうですね。ただ、イラン側は今は、自分たちの生き残りに一生懸命だということで、イラン側はイスラエルの核関連施設への報復というのは示唆はしていますけれど、これまで特にそれを狙ったというのは報告されていませんね。そうですね。それが起こると、この戦争は次のエスカレーションということになるわけですね。そうですね。懸念されるのがやはり、イランの原子力発電所に対する攻撃ですね。で、それが起こると、イラン側の報復も懸念されるんですけれど、懸念されるのは、放射能が漏れ始めて、それがええ、風向きによって、イランだけじゃなくて、対岸のアラブ産油諸国に及ぶというのが、やっぱり懸念ですね。はい。あと一つ私はなんかとても怖いシナリオを考えてまして、はい。イランという国があって、イラクという国があって、クウェートだとか、サウジアラビアとか、産油国があるわけですけれど、いずれも、大した人口の国じゃなくて、で、大した陸上部隊を持っていないんですね。ですから、最悪のケース、イランが直接動くかどうかは別として、イラクの民兵勢力が、陸上を通じてクウェートに侵攻するというようなシナリオも、十分考えられると思うんですね。そうすると、人口面で、とてもクウェート軍が立ち向かえるということではないかもしれないんで、アメリカ軍がだんだん引いていけば、その可能性も出てくると。で、それがイラン側にとっては一つの抑止になるのかもしれないですね。これ以上、あの、アメリカ軍の基地を受け入れて、イラン攻撃の基地にしたりしたら、そういうことも起こり得るという、そういう選択も、見えてきたかなという気がします。それからもう一つはもちろん、イエメンの風水派ですね。イエメンの風水派が、参戦ということは言ってるんですけど、まだ何にも打っていません。ですけれど、航海を封鎖するということになったら、石油価格がまた天井を抜けるというような状況になると思いますね。今のお話は、クウェートに侵攻するのは、それはイラクの軍なんでしょうか？そうですね。イラクの民兵組織を使うとあか、そういう、それをやると言ってるわけではないんですけど、そういう可能性も考えた方がいいなという最悪の気がシナリオのしています。一つと。うん。これまでクウェートという国が、伝統的にあの小さな豊かな国が生き延びてきたのは、ええ、イランとイラクが、お互いに牽制し合って動けなかったからですよね。あ、はで、い。イラン・イラク戦争が終わって、イランが弱くなった時にイラクは動けるっていうんで動いたわけですよね。はい。うん。で、今、クウェートが安全なのは、ある意味アメリカ軍に守ってもらっているからですけれど、ええ、でもアメリカ軍に守ってもらっているということで、アメリカ軍がクウェートから出撃して、イランを攻撃するということになれば、イランとしては、クウェートに対して厳しい懲罰をということで、イランそのものが動かなくても、民兵を動かすというようなことも可能性としてあるのかなと。いろんな怖いシナリオを考えられるんですけど、ええ、皆さんあんまり指摘してないんで、ちょっとええ、ここで言っとこうかなと思いました。はい。その地上の戦いっていうのは、今のところあまり見えてない戦闘なんですけれども、沖縄からトリポリという強襲揚陸艦が、2500名の、海兵隊員を乗せて、湾岸に、急いで向かっているという話があると思うんですけども、この人たちの戦う相手が、あるいはクウェートになる、シナリオとしてはあり得るとか、もしくは、他に一体何を狙いで動いているのかなっていうところが、気になるところなんですけど、その状況は、前回ご説明いただいた時とあまり変わらない状況でしょうかね。それを部隊を使うとアメリカが決めたわけではないんですけど、ええ、部隊が到着すれば、それを使うオプションが出てくるわけですよね。で、可能性として考えられるのは、ペルシャ湾の入り口の島を取るとか、あるいはイランの石油基地になっている、石油輸出基地になっているカーグ島を占領するとか、あるいは、何らかの形でヘリコプターで、中部まで送り込んで、濃縮ウランを奪取するとか、そういうシナリオが考えられるんですけれど、ええ、いずれもなんか非常に危険の高い、作戦だと思うんですね。狭い島に、上陸はできるかもしれないんですけど、おそらく地下がもう、ハマスが作ったような要塞状態になっていると思いますし、狭いところに上陸したら、もうそこに対してたくさんのミサイルやドローンを撃てば必ずアメリカに打撃を与えることができるということになれば、容赦なく撃ってくると思うので、私が、アメリカ兵ならあまり乗り気じゃない作戦ですよね。
はい、状況がだいぶ、変わってきた気がしています。また引き続きですね、開催いただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。